崩壊サード基礎知識第9章までのガイドライン編。こんにちは、コバトーンです。崩壊サードに新規館長がたくさん増えたり、その影響でこれから始めようか悩んでいる人もいるみたいなので、序盤の雰囲気を解説しようと思います。よく先輩プレイヤーたちはとにかく第9章までやってくれって言いますけど、未プレイ勢からすると楽しいところまで遠くねって思いますよね。実はそんなに大変じゃないし、そこまでたどり着く過程もめっちゃ面白いゲームなので、そこんとこ伝えたいと思ってます。あとストーリーを追う上で大切になる漫画版の存在についても解説していきます。ネタバレは極力抑えつつ、ストーリーを楽しむための全体感をつかめる感じでまとめますので、よかったら見ていってください。では早速いってみましょう。第9章はすごいが、実はその前も面白い。とにかく Twitter や SNS で先輩館長たちは口を揃えて言います。第9章までやってくれ、そしたら絶対ハマるからって。これは本当にそう。第9章はガチの神作品なんですよ。お話自体が凄まじく良いことは間違いないんですけど、実はミホヨっていう会社の転機になったお話でもあります。それまでは可愛い女の子たちが日本アニメ的な世界観でワイワイするテイストが強かったんですが、だんだん飽きられてきている段階だったんですね。ですがここで本気のストーリーを描いてみたことで、ミホヨはストーリーの力を実感することになります。そして第9章を皮切りにミホヨはストーリーがしっかり構成された世界を描くことに夢中になっていくんです。つまり原神や崩壊スターレイルのストーリーが面白いと言われている原点がここにあるんですね。で、当時からプレイしている先輩たちもここで受けた衝撃があまりにもでかかったため、とにかく第9章をやってくれっていうようになったんですね。それぐらいすごいパートです。ただ僕としては一つ思うところがあります。みんなあまりにも第9章が好きすぎるあまり、それを強調しようとしすぎて、その前をどうにか乗り切れば楽しいからみたいな言い回しをしちゃうんですよね。そしてあまりにもみんなそういうものだから、序盤ってつまらないんでしょって印象がなんとなくついちゃってる気がします。いや、そんなことはないですと僕は言いたい。序盤もちゃんと面白いですし、第9章を全力で楽しむためにも必要なパートとなっています。崩壊サード全体を楽しんでみたい人も、噂の第9章まで走ってみたい人も、構成をなんとなく把握しておくことで崩壊サードの世界観に入りやすくなると思いますので、ざっくり解説していきますね。第7章から世界が動き出す。崩壊サードのストーリー全体は第1部だけでも35章あります。その中で何度か山場があるんですね。第9章は最初の山場って感じで、当然なんですけど、感動するためにはお話が理解できていないといけませんよね。例えば勇者が魔王に勝った瞬間だけ見せられても熱は感じるかもしれませんが、それほど感動しません。感動するためにはどれくらいそれまでの道のりが大変だったのか、勇者やその仲間はどんな人物でどんな悩みを抱えているのかって部分が大切になります。崩壊サードの第9章も一緒です。その前が分かっていないと面白みが半減しちゃうんですね。大まかな構成で見ると、第9章を頂点としてそこまでつながる話の振り出しが第7章。実は第9章が面白いと言いつつ、正確には第7章から始まるストーリーが面白いんですね。それ以前に紹介されてきた世界観が急激にギュッと固まって一つのお話になって動き出す感じがある話が第7章です。第5章から事件が芽吹き始める。話が本格的に動き始める第7章のために第5章と第6章があります。ここでは第9章までつながる過去の事件について主人公キアナと一緒に振り返るパートです。ただ今後の話への伏線だったりするため、情報が断片的に開示されている感じがあります。なのでこのパートをプレイしている段階だとちょっと意味がわからない部分も多いでしょう。ですが後の設定とつながってこその部分なので、そういうものだと思ってひとまず設定を飲み込んでもらえると良いかと思います。ちゃんと後でつながりますので。ただ理解できていないと辛いって人もいますよね。そんな人は第4章まで終わった時点で漫画版の第2次崩壊編まで読むといいでしょう。ゲームで語られていた話をもっと詳しく知ることができます。進めても平気な人は第9章が終わってから漫画を読んでも OK。 その場合は答え合わせをするような感覚になれるでしょうね。漫画版について詳しくは後ほど触れるので、またそちらで解説します。第1章から第4章までは世界観のお話。第5章からの事件や第9章まで続く壮大なお話を理解するためには、舞台となっている世界について理解することが必要です。それが第1章から第4章までのお話。第1章から第2章まではゲームのチュートリアルをこなしつつ、主人公である女の子たちがどんな日常で生きているのかのお話です。通っている学校や人間関係がちょっとずつ分かってきます。第3章と第4章はもう少し世界が広がって、学校の外側や世界の環境について広げるお話。任務を通して崩壊世界で重要な単語、律者についても語られ始めます。つまりなんだかんだ言って1章からやるから第9章が面白いんですよ。
でもって別にダラダラ長い話ってわけじゃありません。続いて紹介していきますね。崩壊サードはサクサク話が進む単発ミッション形式。原神や崩壊スターレールと異なり、崩壊サードでは単発でバトルをこなすミッション形式をとっています。そのためマップ移動などの作業が必要なく、ストーリー上で必要な最小範囲だけを移動する形式です。そういった小さなバトルが連なっている形式になっているので、一つずつの話はかなりコンパクト。第1部の終盤になると話が壮大になるにつれて会話ボリュームがめちゃくちゃ増えていきますが、序盤は本当にサクッとした感じで進みます。例えば実際にプレイしてみると、序盤のクエストは戦闘で3分、会話で2分くらいの配分だったりしますね。もちろん盛り上がる第9章に向かうにつれてだんだん時間は伸びてきますが、その頃には話が面白くて熱中できているので、そこまで問題にならないでしょう。だいたい1つの章が1時間もあればできるようになっています。原神は伝説任務が2時間とかあるんで、それと比べてもそんなに大変じゃないということがわかると思います。序盤は美少女アクションゲーを楽しめば OK。いろいろ解説しましたが、崩壊サードはシンプルにアクションゲームとして面白いです。なので序盤は女の子かわいい、アクションかっけー、必殺技気持ちいいで進めれば普通に楽しいと思います。ゲームシステムに慣れながら進めていけば楽しみながら第9章までいけるはず。キャラもたくさんいますし、序盤のチュートリアルもアップデを繰り返してめちゃくちゃ親切になっていますので、楽しんでもらえると嬉しく思います。きちんとストーリーを知りたい人は漫画版を読もう。さっきもちょろっと触れたのですが、崩壊サードには漫画版が存在します。漫画版は本編の内容を別視点、別ストーリーから解説してくれる内容になっていて、実は漫画版を読まないと意味不明な内容がかなり含まれているんです。なので本編でどういう意味ってなった場合は漫画を読むと大体理解できます。漫画とゲームがお互いに補完し合っている関係って感じですね。ただ中国の本家サイトに掲載されているものになっていて、当然中国語です。そのため日本人だとさっぱりわからないことがほとんどなんですね。一応日本語翻訳版が出ているのですが、ほとんど出回っていない上に発刊が非常に遅くて最新話までカバーできていません。そこで有志の先輩プレイヤーたちが日本語翻訳してウェブ上で公開してくれている漫画が暗黙の了解として読み継がれていたんです。で、非常にグレーな物なので毎度紹介するのに躊躇していたんですが、どうやらホヨバースが非営利二次創作だから OK としてくれているようです。なんて素晴らしいオタク精神なんだ。というわけで概要欄コメント欄に翻訳版のリンクを貼っておきます。翻訳してくれた先輩プレイヤーたちに感謝しつつ、マナーを守ってありがたく拝読しましょう。マナーが守れない場合、いつ消されてもおかしくないアイテムですので、マジで大切に扱ってください。読んでおくといい漫画のタイミング。それぞれの漫画を読むタイミングもお伝えしておきましょう。第1章から第4章までプレイする間に、1、長空死脱出編、2、桜花追憶編、4、ネゲントロピー侵入編、6、月影編、さらに番外編の限界非化は読んでおくのがおすすめ。主に本編開始前のお話や本編と同時進行で展開されている世界観設定がわかります。漫画の方が時系列的に前になるので先に読んでしまってもいいかもしれません。ただゲームが本編だし、キャラに愛着を持ってから読んだ方がいい気もするので後で読んでもいいです。さらに第1章から第4章の間にゲーム内でオープンワールド桜の輪廻がサイドストーリーとして展開されます。こちらは漫画版の5恩返し編を読むとストーリーがつかめるので、ぜひ合わせて読みましょう。というか多分この話は漫画がないと意味不明になってしまいます。次に第5章から第6章までの間に7支援編と8第2次崩壊編を読んでおきましょう。5章と6章は過去の話を現在の視点と交えつつカットバックで見せていく内容なんですが、その過去の話が第2次崩壊編で語られます。それもあって第2次崩壊編はマストで読んでほしいです。ただ内容を知ってほしいっていうだけじゃなくて、シンプルに話がめちゃくちゃ面白いです。第9章以降にも大切になる設定がかなり出てくるので、崩壊世界を理解したいなら必須と言っていいでしょう。特にスターレイルから崩壊を知った人には馴染み深い妖おじちゃんもたくさん出てくるので、スタレ勢はマジで読んだ方が良いと思います。なおこちらは先に漫画を読んでしまってもいいかも。読んでおくとキアナの行動や訪れる場所の意味がわかるようになって深みが出ます。ただ後で読んでも答え合わせ的な雰囲気で読めるのでおすすめ。さらに知りたい人は変年誌とオープンワールドもおすすめ。崩壊サードには外伝作品的な立ち位置のコンテンツとしてオープンワールドと変年誌というものがあります。こちらも合わせてプレイすることでより崩壊世界を深く味わうことができるようになっているんです。ただとにかく早く第9章まで行きたいんだよって場合にはやらなくても OK。 第9章までやってみて崩壊がすげえ好きになったって場合に振り返りでプレイしても問題ありません。なのでここで紹介するのは時系列に合わせて物語を堪能するための順番だと思ってもらえれば大丈夫です。
まず変年誌、こちらも一つずつ単発ミッションになっている形式で、本編と同じようなプレイ感覚で進めることができます。画面のサムネからも雰囲気が出ているように、それぞれのキャラクターを掘り下げるバックストーリーがわかるお話となっていて、原神でいうところの伝説任務みたいなものですね。衛星の記憶、犬猿編、私有編、これらの3つはこの世界の過去でどんな歴史があったのかといったコンテンツになっています。歴史と今のキャラクターが関わっていく感じですね。決断の無境、可憐ファンタジーは本編で語られず並行して進んでいたお話。やっておくとキャラクターの内面についてもっと知れます。なお他の2つはもうちょっと後でプレイしてもいいかと思います。続いてオープンワールド、先ほども紹介した桜の輪廻、こちらは本編第1章から第4章の間に起こった出来事です。本編の構成上第9章まで語る上ではそこまで必要ではないんですが、崩壊世界にとって結構重要な概念やら設定やらが出てきます。世界観にどっぷりハマりたいならやっておくといいかも。ストーリーと時間軸が複雑なので漫画版の恩返し編と合わせてプレイしましょう。そして天命空港、こちらは本編第7章から8章にかけての世界を描いた内容です。本編の周囲のことが知りたい場合にとてもいいでしょう。同時くらいにプレイしておくといいかと思います。順番まとめ、いろいろたくさん紹介してしまったので最後に順番をまとめておこうと思います。順番的にゲームと他の作品でどちらを先にするか難しいものはゲームを優先してやるような順番で紹介しておきますね。やっぱりゲームが本編だと思うのでゲームありきで考えるスタイルでいきます。まず本編第1章から第4章までプレイします。次に漫画、1、長空詞脱出編、2、桜花追憶編、4、ネゲントロピー侵入編、6、月影編、番外編、限界秘下を読みます。そしたらさらにオープンワールド、桜の輪廻をプレイ。このお話は漫画の5、恩返し編とセットになっているコンテンツなので同時に読んでおくといいでしょう。続いて変年誌、衛星の記憶、犬猿編、私有編、決断の無境、可憐ファンタジーをプレイします。これでだいたい崩壊世界の過去から今までのことがつかめるので本題の事件へと身を投じていきましょう。本編5章と6章をプレイして、さらに漫画版7、支援編と8、第2次崩壊編を読みましょう。ここもセットのような関係ですね。漫画版がとにかくいいストーリーなのでぜひ読んでほしいです。そしてがっつり山場へのストーリーが動き出す第7章、第8章とプレイしてオープンワールド、天命空港もこなしておきましょう。そして本編9章です。正直こんなに用意周到にしなくても本編やるだけでも第9章は感動できます。ただ細かいところがわからないと感情移入しづらいって人もいると思うので紹介させていただきました。好きなように楽しんでください。ちなみに自分がリアルタイムでプレイした時は漫画版の存在を知らなかったんですよね。でも最高に楽しめたし泣けました。それだけ十分な魅力を備えたコンテンツだと信じていますのでぜひプレイしていただけたら嬉しく思います。初見のプレイヤーさんたちが存分に楽しめたらいいなと思ってまとめさせていただきましたのでぜひご活用ください。今回の順番はツイートにもまとめてあります。そちらが見やすいって人は SNS にも遊びに来てくださいね。概要欄にリンクを置いておきます。動画がいいなと思っていただけたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また不定期に動画を上げておりますので見逃さないように通知マークのオンをお願いいたします。それでは今回の情報もあなたが崩壊サードを楽しむための一助として参考まで。